海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は AI に家計の相談をするとどうなるかという話です。家計相談って貯金とか投資とかのやつですか？私も家計簿つけるの苦手で AI に聞いちゃうことあります。アメリカでは成人のおよそ半数が家計の相談に AI を使ったことがあるという調査があります。日本でも似たような使い方をしている人増えてますよね。それだけ広がってるのに AI の答えちゃんとしてるかどうか誰か確かめたんですか？そこがずっと分かっていませんでした。MIT とスタンフォードの研究チームが初めて本気で確かめました。1000人に自分の言葉で家計相談のプロンプトを書いてもらって AI の助言通りに生きたら人生はどうなるかを22歳から90歳までシミュレートしたんです。人生丸ごとシミュレート？はい。結論から言うと助言の中身自体はかなり優秀でした。ただ同じ経済状況の人でも誰がどう聞いたかで60歳時点の試算に数十年越しの差が出ていました。これマジですか？聞き方だけで老後のお金が変わるって。それを順番に見ていきましょう。まずどうやって確かめたか。研究チームはオンラインの調査サービスでアメリカの代表的なサンプル1000人を集めました。自分の家計について AI に相談するとしたらという設定で実際に自分の言葉でプロンプトを書いてもらったんです。本当に自分の言葉で書いてもらうんですね。そうです。それを GPT-5 に読ませて返ってきた助言の通りに生きたと仮定して22歳から90歳までの生涯を丸ごとシミュレートしました。収入も失業のリスクも投資のリターンも実際のデータに基づいた確率で動かしています。相当な力技ですね。ちなみに1000人分全部使えたんですか？いいえ、AI らしい機械的な文章や具体性に欠けるものは除いていて実際に分析に使われたのは952人分です。それと AI の助言が良いかどうかって何と比べて決めてるんですか？感想じゃないですよね。そこも工夫されています。同じ経済条件を税金や年金制度まで踏まえた生涯設計の最適化モデルに解かせてその理論上のお手本と AI の助言でシミュレートした結果を突き合わせているんです。つまり理論上の正解と比べてるんですね。もう一つ地味だけど大事な工夫があります。 AI の助言はもっと貯金しましょうのような文章なのでそのままではシミュレーションに使えません。文章の中身を貯蓄率や株式比率といった具体的な数値に変換する処理を別の AI にやらせています。文章を読んで数字に訳す AI までいるんだ。手が込んでますね。それで肝心の AI の助言ちゃんとしてたんですか？そこは素直に良い結果でした。貯蓄が増え株式にきちんと分散し年齢が上がるとリスクを下げていくお手本通りの助言が返ってきていました。優秀じゃないですか。じゃあ AI に聞いておけば安心ですね。私も最初はそう思いました。でもここからが今日の本題です。中身の話に入る前に面白い癖を一つ紹介します。研究チームは AI の回答の中にどんな金融商品の名前が出てくるかも数えました。商品名？プロンプトの方にはそんなに書いてないですよね。書いていません。画面を見てください。ヴァンガードという運用会社の商品はプロンプトでの言及がわずか 0.3% なのに AI の回答の中には 6% の頻度で出てきます。iShares も言及は 0% なのに回答では 1.9% です。誰も聞いてないのに AI が自分から出してる。なんでこんなことになるんですか？そこまではこの論文でも特定されていません。学習に使ったデータの中にこうした商品名を挙げる文章が多かったのかもしれないという程度です。ヴァンガードもiSharesも何かしたわけではありません。単に AI の答え方には AI 自身の傾向があるということです。ここを覚えておいてください。今日一番大事な話につながります。研究チームは経済状況が同時陣でもプロンプトの書き手だけを入れ替えたら結果がどう変わるかを調べました。書き手だけ入れ替えるというのは同じ収入、同じ年齢、同じ資産の人生を男性が書いたプロンプトで生きた場合と女性が書いたプロンプトで生きた場合両方でシミュレートするんです。経済条件は完全に揃えてプロンプトの書き方だけを変えます。それで差が出たら経済条件のせいにはできないですね。できません。そして実際に差が出ました。60歳時点の資産が女性が書いたプロンプトの方で低くなっていたんです。それって AI が女性を軽く見てるってことですか？私も最初そう思いました。でもその差を分解してみると意外な内訳になっていました。これが内訳です。差の2、3は聞き方の違いから来ています。男性と女性でそもそも書くプロンプトの中身が違う。
AI の答え方が変わったからではありません。そっちなんだ。じゃあ AI は悪くない？ 2、3についてはそう言えます。研究チームもこれは需要側、人間側の聞き方の違いだと整理しています。じゃあ残りの1、3は？そこです。残りの1、3は本当に AI の答え方そのものが変わった分です。これを確かめるために研究チームはもう一つ実験をしました。性別を書いていない同じプロンプトにランダムに私は女性ですという一言だけを足して AI の回答がどう変わるかを見たんです。中身は完全に同じ文章で性別の一言だけ。これだけです。それでも回答の投資配分にはっきりした差が出ました。回答の中で目立った言葉を比べたのがこの図です。女性向けの回答では銀行や定期預金、預金保護といった安全、現金寄りの言葉が目立ちました。男性向けの回答では資産配分の調整や株式、国債分散といった増やす前提の言葉が目立ちます。同じことを聞いてるのに言葉のトーンが変わってる。これがさっきの AI 自身の傾向の正体です。ヴァンガードが自分から出てきたのと同じように AI には一貫した書き方の癖があってその癖が性別のラベル一つで変わることがあるということです。あ、これはやっぱり AI の偏見ってことになりません？そこは次の章でちゃんと扱います。面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。この先は老後の金額と一番気になるあの疑問です。さっきの2、3と1、3。結局老後のお金にしたらどれくらいの差になるんですか？数字にしたのがこの図です。性別だけ入れ替えると60歳時点の資産はおよそ 4.10%、金額にして59,890ドル低くなります。金融の知識が高い人と低い人を比べてもほぼ同じ幅で 4.11%、45,878ドルの差です。パーセントとドル両方出してるのは何でですか？パーセントは収入や資産の大きさが違う人同士でも同じ物差しで比べられます。ドル額は具体的な生活実感に近づけるためです。今日は両方合わせて見ています。性別の差も知識の差もパーセントだとほとんど同じくらいなんです。そして一番差が大きかったのが AI を使い慣れているかどうかでした。使ったことがある人とない人で 5.71%、およそ10万ドルの差です。 AI に慣れてるかどうかだけで10万ドル、一番大きいじゃないですか。この3つはそれぞれ別々の比較です。女性でしかも知識が低い人のようにまとめた数字ではありません。念のため聞きます。残りの1、3。あれって結局 AI の偏見なんですか？ここが研究チーム自身も言い切っていないところです。論文の中で AI 側の差には2つの可能性があると書いています。1つは性別と相関する実際の事情、例えば平均余命や収入の変動を AI が読み取っている妥当な推測である可能性。もう1つは学習データに含まれていた偏見がそのまま出ている可能性です。妥当な推測って例えばどんな感じですか？女性は平均余命が男性より長い傾向があります。それを踏まえて引退後の期間が長くなりやすいので資産をより長持ちさせる助言にするというのは妥当な推測かもしれません。ただ同じ見た目で根拠の薄いステレオタイプが紛れ込んでいても外からは区別がつきません。良い理由と良くない理由が同じ見た目で混ざってるかもしれないんだ。どっちなのか決められないってことですか？決める基準そのものがまだないんです。論文の筆頭著者もどんな助言のばらつきが妥当かというみんなが合意できる枠組みができて初めて AI はそこに向けて進歩できると話しています。なるほど。 AI に相談元をすること自体いろんな落とし穴がありますね。メンタルの悩みを AI に相談する回でも似たような構図が出てきました。そうですね。データの話に加えて人が AI に何を任せるかという話もこれからも出てくると思います。助言の中身自体は良いと最初に言いましたが弱点もあります。失業などで収入が変わった時貯蓄が十分あっても支出を切り詰めすぎるよう助言する傾向がありました。資産配分を組んだ後積極的に見直す指示も少なく放置されがちでした。優秀だけど完璧じゃない。そうです。それと今日確かめられたのは GPT-5 2を中心にした実験とジェミニ3フラッシュでの一部の確認までです。他の AI モデルでどうなるかはこの論文だけでは分かりません。じゃあ私たちが AI に家計相談するとき何に気をつければいいんですか？論文は質の上がる聞き方も比較しています。ポイントは3つです。年齢や収入、貯蓄額など自分の状況を具体的に書くこと、生涯設計という視点で聞くこと、そして専門家に相談するつもりで丁寧に尋ねること。例えば
どう変わるんですか？今月いくら使っていいだけだと AI が使える手がかりがほとんどありません。32歳、年収と貯蓄はこれくらいで、老後に向けてどう配分すべきか、専門家の立場で教えてください。のように書くと、判断材料が増えます。確かに、後者の方がちゃんと考えて答えてくれそうです。曖昧に、いくら使っていいって聞くより、ちゃんと状況を書いた方がいいんだ。じゃあ、資産配分の見直しを提案してくれないなって思ったら、自分からリバランスについて聞いてみればいいんですかね。それは良い工夫だと思います。論文でも、そこが伸びしろとして残っている、と書かれています。ただ、それでも万能ではありません。魔法の聞き方ではありません。今のところの確実な改善策です。中身は優秀なのに、弾き方や名乗り方みたいな小さな違いで、老後の資産まで変わってくる。AI って、思ったより人間臭いところがあるんですね。この研究は、今年4月に発表資料として公開されて、7月に MIT、スローンが記事にしたことで、改めて話題になりました。リンクは概要欄に貼っておきます。気になった方は、ぜひ元の資料も見てみてください。皆さんは、AI に家計の相談、したことありますか？どんな聞き方をしたか、コメントで教えてください。データの話と、人が AI に何を任せるかという話を、これからも追いかける、みな、と、ミント、でした。また次回。